父さん、僕大きくなったらお父さんみたいな大工さんになる。子供の頃、何の迷いもなく言っていた言葉だ。俺は実際にその夢を叶えて大工になった。子供の頃に見た父の背中は大きかった。何もない土地に大きな家を建てる。そこでは温かい家庭が築かれて、みんなが幸せに暮らしていた。俺はそれを心から素晴らしいことだと思っていた。けれど時代は容赦なくそんな俺の理想や思いを飲み込んだ。誰が悪いわけでもない。けれどどうにもやるせなかった。廃業するしかなくなった。苦渋の決断だった。それ以外ないと分かっていてもしがみつきたい気持ちもあった。けれどこれ以上はみんなに迷惑をかけてしまう。今までついてきてくれて本当にありがとう。父が起こしてくれて俺に残してくれた会社、大きな会社ではない。けれど父の代から慕ってくれてついてきてくれる人がいた。プレハブ住宅の台頭で職人としての大工の仕事はほとんどなくなってしまった。現場に行って材料を組み立てるだけの仕事。圧倒的に早く、そして安価に家が建てられる。最初はそんなの大工の仕事じゃないと下に見ていた俺たちだったけれど、あっという間に自分たちの仕事を奪われてしまったのだ。一人親方ではできることが限られてしまうからと会社を作った父に俺は報いることができなかった。52歳の秋、俺は人生最大の挫折を味わっていた。とはいえ飯は食わなければいけない。子供はかろうじて自立していたけれど、妻と自分には日々の糧が必要だった。俺は大工の棟梁として働いていたことを隠して就職活動を始めた。大工という仕事に対しての印象があまり良くないと知ったからだ。そりゃあ現場では大声も出すし、檄も飛ばす。足場に登っている時は命の危険だってあるのだ。けれどそういうのは世間的には怖いとか荒いとか言われてしまうらしかった。塗装や泥に濡れた格好も嫌われていた。みんなの家を作っていただけなのに。俺はその事実に承知しつつ、それでも前を向くことにした。時代の流れは仕方ない。それでも懸命に頑張るしかないのだ。就職活動は本当に難しかった。年齢が年齢だったし、会社員なんてやったこともない。信じられないくらい俺は面接に落ちた。けれどその中で一社だけもしよければと言ってくれる会社があった。今までと全く違う業種にもちろん不安は大きかった。けれどせっかくの縁を大切にしたい。俺は心機一転、52歳の新入社員として働くことを決めたのだった。慣れないパソコン作業に四苦八苦する。今まで現場仕事しかしたことがないのだから当然といえば当然だった。それでも俺は恵まれていた方で、本当に就職先が見つからない大工仲間だっていたのだ。この幸運を無駄にはできなかった。ちなみに俺みたいなのが受かった理由はすぐに説明された。先方への謝罪の際に俺みたいな人間を一緒に連れて行って頭を下げると相手が引いてくれる割合が高いのだそうだ。いわゆるクレーム対応係というやつだ。確かに30代の人たちからしたら父親とあまり年齢の変わらない相手に頭を下げられたら強くは出づらいのかもしれなかった。もちろん普段は事務作業をしている。他には大工だった頃に培った能力と体力でカタログなどを運んだり、棚を取り付けたり、水回りの修理などの事務所の力仕事もしていた。何か問題があった時だけクレーム対応として出張るのだ。同僚だった頃、若手のミスを代わりに謝ったり、かばったりしたことはたくさんあった。きちんと謝れば、それなりの理解は得られるのだ。俺は誠心誠意、クレーム対応の仕事と向き合っていた。そんなある日のことだった。高村さん、
明日の対応時間って14時で合ってますよね。はい。新人さんに急に言われて慌ててしまう。明日は確かクレーム対応のアポイントが入っていた。すると上司が言う。あれ、その枠は私に同行してもらうことになっていませんでした。と思ってスケジュールを確認する。あ、はい、そうです。お二人のクレーム対応に同行するお話に、新人さんと上司は顔を見合わせた。俺はよく分かっていなくて、首をかしげてしまう。高村さん、別件なんですけど。俺は慌てて確認する。俺は、二人がほとんど一緒のタイミングでスケジュール調整を依頼してきたから、同じ案件だと思ってしまったのだ。どうすんの？謝りに行くのに日取りを変えてもらうなんて、ありえないよ。なんでちゃんと確認しないんですか？相手先見たらすぐわかることなのに。上司と新人さんに強く叱責される。すみません。俺は謝ることしかできない。間違いなく、俺の勝手な思い込みが招いたミスだった。そのために会社にいるんでしょ？自分の仕事もまともにできないんですか？言葉が俺に突き刺さる。がたいと姿勢はいいけど、本当におつむ弱いですよね。筋肉だけの脳筋じじいは退職して老後を送っとけよ。新人さんの放った一言は俺を切りつけた。上司も新人さんの発言を制止するでもなく聞いてうなずいている。必要とされてないんだな。これまでの頑張ったクレーム対応のことなどは何も評価されていないのだと知って、俺は心が空っぽになるような感覚を味わっていた。翌日、俺は退職届を提出した。妻には申し訳なかったけれど、最悪の場合、離婚されたり、家を追い出されたりして、ホームレスになっても仕方ないと覚悟していた。それでも、仕事を続けるだけの気概が、もう俺には保てなかったのだ。ああ、はい。これまでありがとうございます。上司は俺の退職届をすんなりと受理。あまりのあっけなさに、愕然としてしまう。結局、誰でもいい仕事だったのだ。と、その時やっと理解した。みんなのためにと思って一生懸命やっていた仕事が、その程度の扱いだったと知って、俺は悲しさを覚えずにはいられなかった。残念です。高村さん、本当にお仕事がしやすかったから。最終日、俺は上司と取引先への挨拶回りをしていた。やりとりの多い取引先だと、俺が対応するシーンも多いから、気がつけば顔なじみになっていた。一番やりとりの多かった取引先の村瀬さんに退職の挨拶をすると、誠実に頭を下げて改善案を出してくださる方がいてくださったから、私たちはいつも安心できたんですよ。と言ってくれて涙が出そうになる。ちゃんと俺のしていたことは伝わっていたのだ。それだけで本当に救われた気持ちになった。帰りにエントランスまで送ってくれた村瀬さんに今までのお礼を伝えていると、スタッフと話している一人の女性とすれ違う。そうなんです。やっぱり建てた家が欠陥住宅だったみたいで。ちょっとだけ気になった。多分大工の佐賀だろう。プレハブ建築では欠陥住宅も発生しやすい。そんなことを思うけれど、今は挨拶回り中だと自分をいさめた。気の毒ですね。彼女、田畑さんっていう OL さんなんですが、うちで特集した家を建てる企画で、ご両親のために一生懸命お金を貯めて建てた家が欠陥住宅だということが分かって、記事を修正してほしいと先日からいらしてるんですよ。俺は驚いた。まだ若い感じのあんなに綺麗な女性が一人で家を建てられる時代になったのか。そりゃ俺たちもお役御免になるよな。本当に自分たちの時代が終わったのだと感慨深くなっていたところに、一人の老婦人が話しかけてきた。あら、あなた。老婦人は俺を見て目を細めた。お母さん？どうやら田畑さんのお母さんみたいだ。高村さん、上司がそんな俺に話しかける。俺はハッとした。そうだ。
今は挨拶回りの最中だったと思い直す。高村、失礼ですが、あなた様、下のお名前は？いえきっと私の気のせいね。こんなところにいらっしゃるはずがないもの。高村幸正ですが。俺は名乗った。何かが引っかかったのだ。高村幸正さん？元棟梁の？声を上げたのは村瀬さんだった。はい、そうです。どうしてこんなところにいるんですか？あの伝説の棟梁が。急に視線を集めることになって、俺はたじろいだ。そんなことないです。消えるような声で、それを言うのが精一杯だった。村瀬さんは、記事の特集の中で、よく俺の名前を耳にしていたそうだ。申し分のない腕のある棟梁で、けれどすっぱりと引退して現在の消息は不明。取材に応じた親方衆は俺のことをそう言ったそうだ。俺としては廃業してしまってみんなに合わせる顔がなかっただけなのだけれど、あまりに業界からきれいに消えてしまったので、みんなの中で去り際が美しかったように思われてしまったのかもしれない。助けてください。俺に言ってきたのは田畑さんだった。そりゃあご両親のために建てた家が欠陥住宅じゃあんまりだ。高村さん、うちで特集組ませてもらってもいいですか？実際の欠陥住宅やその修復に関してちょっと企画が持ち上がってるんです。高村さんならできるかと思って。話がどんどん膨らんで俺は慌ててしまう。ちょうど今日で退職なさるならお時間に余裕できますよね。ぜひお願いしたいんです。やりたい気持ちもあった。けれど同時に自信もなかった。私たちはあなたのお父様の建てた家に住んでいました。そんな俺に話しかけてくれたのが田畑さんのお母さんだった。住み心地も良くて本当にたくさんの思い出があります。夫の実家で私は嫁いで住むことになった家でしたが、子供たちが生まれてそれは素敵な思い出がたくさんありました。大きい家でしたので長男夫婦に家は譲りましたが、本当に自慢の家だったんですよ。お母さんは感慨深げにそう言った。親父の家なら俺もメンテナンスに何度か通っているだろう。だから俺のことを知ってくれていたのだ。やります。俺は村瀬さんに言った。もちろんできるかどうかはわからない。俺の手に負えない事態も発生しうるだろう。それでも誠実でありたかった。親父や俺の仕事を信じてくれる人たちに。ありがとうございます。村瀬さんはそう言って今後の話をしてくれた。もちろん特集の第一弾は田畑さんの欠陥住宅だった。本当にありがとうございます。依頼者さんからの笑顔は本当に一番の宝だ。あれから5年、気がつけば俺は欠陥住宅修復の仕事に奔走していた。最初の修復から俺の記事を組んでくれている村瀬さんとは今でもやりとりがある。彼が俺の仕事を広めてくれたおかげで、俺はまた大工の仕事をすることができているのだ。第一弾の田畑さんの家は歪みや施工ミスが多く、あまりのことに俺は唖然としてしまった。人の家を作ることに何の感情もない、そんな人が建てた家。俺は田畑さんの家を修復しているうちに、これはここだけの話ではないに違いないと考えるようになった。実際田畑さんの記事が特集されてから、俺のところにはたくさんの依頼が舞い込むようになる。俺は改めて当時の親方衆に連絡を取って、みんなで人が愛着を持って住める家を取り戻す手伝いを始めたのだ。そういえば高村さんが前いた会社、経営悪化してますよ。そんなことを村瀬さんが教えてくれた。俺の後任の人は謝ればいいんでしょという態度でクレーム対応をしてしまって、かえって取引先の怒りを買ってしまったそうだ。その後何度採用をかけてもなかなか誠実な人は来てくれず、会社はだんだん信用をなくしてしまっているらしい。誠実さと信念かな。
俺がぽっつりと言うと村瀬さんは笑った。さすが伝説の棟梁は違いますね。そんなことない。本当にどこにでもいる大工さんでしかないのだ。それでも住む人の幸せを願うし、安心して住める家を建てることが正しいと信じている。親父、これは親父みたいな大工さんに慣れているかな。ぽつりとつぶやいた。心地よい初夏の風が俺の横を通り過ぎていった。